それでは、お母さんはそちらの控室でお待ちください。レインちゃん、心配ないからね。さあ、そこに座って。ジュースかなんか飲むもの欲しい？そんなに緊張しなくてもいいのよ。そうだな。先生は喉が渇いたから紅茶を飲みたいんだけど、レインちゃんも付き合ってくれない？だって先生だけ飲んでると変でしょ？ありがとう。それじゃあ何がいい？とりあえずいろいろあるけど。同じで。紅茶でいいの？わかった。じゃあちょっと待っててね。はい。お砂糖とミルクは自分で入れてね。はい、どうぞ。まずかな。これね、アールグレイってお茶で、先生はこの紅茶が大好きなの。アールグレイ？そう。紅茶にもね、種類があって、香りとか味とか違うものなの。美味しい？そうね。私にはいいかもしれないけど、レインちゃんにはどうかな。試しにちょっと飲んでみればいいのよ。もし美味しくなかったら他のものにすればいいんだから。ね？ほら。いい匂い。さあどうぞ。どう？あれ、あんまり美味しくなかったみたいね。苦い？お砂糖入れる？じゃあ、ミルクを入れたら苦味がなくなっていいかもしれないわ。それとも他のにする？牛乳は嫌い。そうなんだ。ごめんね。先生知らなかったから。じゃあ、なんかジュースでも持ってこよっか。ごめんね。そうだね。先生も12歳の頃に紅茶なんて飲まなかったかも。紅茶には種類がいっぱいあるって言ったでしょ？私もダメなのはダメなの。もちろん飲めないわけじゃないけど、相性っていうか、単なる好き嫌いとか種類によって出ちゃうのよね。レインちゃんは好き嫌いは？牛乳はなんで嫌いなの？お腹がゴロゴロするの。実はね、先生も昔そうだったの。だから学校の給食で牛乳が出るとね。今は大丈夫だけど。本当は好きなのに。お腹に優しい牛乳でもダメ？なんて牛乳？名前は忘れちゃったけど、お腹がゴロゴロしない牛乳もあるのよ。レインちゃんとか昔の私のような子のためにね。お母さんに相談すればきっと探してくれるわよ。牛乳にも種類があるの？そうね。基本的には同じものなんだけど、加工の仕方によって違う種類になるの。違う種類？紅茶もね、葉っぱの摘み方や蒸らし方で種類が違うのよ。同じ葉っぱでもね。人間も？人間は種類があるの？そうだね。種類っていうより、人は一人一人違うのよ。例えば、レインちゃんは紅茶が嫌いだけど、私のように好きな人もいる。牛乳を飲んでお腹が痛くなる人もいるし、そうじゃない人もいるでしょ？でも、同じ人間でも、私みたいに大きくなったら平気になっちゃう人もいるの。ひょっとしたら、レインちゃんも平気になるかも。ね？いいことでも悪いことでも何でもないのよ。人と違うことなんて当たり前のことなの。全然気にしなくていいのよ。むしろ誇りに思ってもいいくらいのことだわ。誇り？ごめんなさい。そうよね。レインちゃんは悩んでるんだもんね。自慢するとかじゃなくて、気にする必要なんか全然ないって言いたかったの。私は変な夢見るから違っているの？違っているかもしれないってことなの。普通のことなのかもしれないわ。私はレインちゃんがそれを気にしているんなら何か役に立てるかもしれないからここにいるの。夢を見ないようにすることじゃなくて、レインちゃんがそのことで何かわからないこととか困ったことがあったら相談してくれると嬉しいな。先生はね、そういう相談に答える勉強をいっぱいしてきて、今も勉強してるの。
レインちゃんは困ってなんていないかもしれないけど、もしそうだとしたら、先生にちょっと付き合っておしゃべりしてくれるだけでいいの。先生はね、レインちゃんのこともっと知りたいの。ダメかな？嬉しい。今日からレインちゃんと先生は友達よ。遊びに来て。約束よ。私も先生からいろんなお話聞きたい。うん。何でも聞いて。わかんないことがあっても調べるから。それから、レインちゃんの好きなものも用意しとく。なーに？お腹の痛くならない牛乳。7月8日午後2時、2回目のセッション。はい、お願いします。トウコ先生、こんにちは。こんにちは、レインちゃん。こんにちは。夏休みももうすぐ。楽しみだね。別に。今日はね、レインちゃんと一緒に簡単なゲームをしようと思ってこれ持ってきたんだ。なーにそれ？お絵描きセット。レインちゃんは絵は好き？好きじゃない。多分。そう。残念。じゃあね、丸抜って知ってる？知ってるけど、やりたくないよ。ごめんね。なんか先生外しちゃってるね。じゃあ、レインちゃんが何かやりたいことってある？もっとお話を聞かせてほしい。お話、何の話をすればいい？何でもいい。トウコ先生のこと。先生のこと、そうね。そんなに面白くないわよ。嫌？嫌じゃないよ。でもほら、先生は27年も生きちゃって、いっぱいお話があってね。すっごく昔のことから話すと長くなるのよ。それにそんなにすごい話もないけど。先生は何の先生なの？先生はそうだな。レインちゃんみたいに何か悩み事がある人の話を聞いて、こうしたら良くなるんじゃないかってアドバイスしたりする先生なの。わかる？やっぱり、そうなんだ。どうしたの？もし気分が悪くなったり、何か嫌なことがあったら正直に言って。先生も気をつけるけど。そう。そんなに深く考えなくていいのよ。リラックスして、先生と月1回こうして楽しくお話をするだけでいいの。うん。そうだ。学校は楽しい？普通。普通って？面白くもつまんなくもない？うん。友達は？いるよ。友達とよく遊ぶの？うん。でも、みんな塾とかお稽古で忙しいの。私はここぐらいだから。何か習ったりしたくないの？お習字とか、スイミングスクールと。いいよ。そんなに気を使わなくても。ごめんなさい。先生カウンセラー失格だね。何かお稽古をするよりも、お家にいる方がいいの。お家で何をしてるの？秘密。ああ、ずるいな。教えてくれないんだ。だって、恥ずかしい。恥ずかしいことしてるの？多分。気になるな。まあ、いっか。でもなんだろうな。気になるな。言わなきゃダメ？話してくれると嬉しいな。ぬいぐるみさんたちとお話をするの。なんだ。全然普通じゃない。先生はてっきり。てっきり？なんでもないの。先生もお気に入りのぬいぐるみあったっけ？何のぬいぐるみ？銀行でもらった竜のぬいぐるみなの。変でしょ。なんで変なの？だって、女の子だったらもっと可愛い動物のぬいぐるみを集めるじゃない？それに、それは本当はぬいぐるみじゃなくて貯金箱だったの。でもすっごく大事にしてたんだ。たっちゃんって呼んで話しかけてね。私も、話してる。普通？普通よ。レインちゃんは先生が普通じゃない人に見える？ううん。そう。
レインちゃんも同じ。変なんかじゃないのよ。こんにちは、レインちゃん。元気だった？うん。先生は？先生はもちろん元気よ。ちょっと疲れてるけど。疲れてるの？そうね。これでも結構忙しいのよ。どのくらい？そうだな。こうやってレインちゃんとゆっくりお話しするのが唯一の楽しみなくらい、かな。本当？ほんとよ。今日は何の話をしよっか。レインちゃんは何を話したい？先生のこと。先月はあんまり聞けなかった。先生の話なんかより、レインちゃんの話が先生は聞きたいんだけど。そうね。一方的に聞くのも平等じゃないわね。私が話したら、今度はレインちゃんの番よ。うん。何から話せばいいのかわからないけど、米良塔子、27歳。東京都世田谷区生まれ。立花総合研究所精神病理研究室ドクター。こんなとこよ。あ、これじゃ話になんないよね。先生はね、人の話を聞くのは慣れてるんだけど、自分のこと話すのはあんまり得意じゃないのよ。レインちゃんの聞きたいことって何かある？どうやって先生になったの？大学ってところでいっぱい勉強して、論文っていうものを書いて、それが認められると博士号がもらえて、それで先生になれるの。大学ってどんなところ？レインちゃんは今中学生よね。そこでもっと勉強したい人は高校へ行くでしょ？それでもまだ勉強したい人が行くところが大学なの。先生は勉強が好きなの？昔は嫌いだったな。でも中学の時にアメリカに留学して、ちょっと考えが変わったかな。留学してたの？すごい。その頃は先生も親に勧められていっただけなの。ただ、外国って日本と考え方や価値観も違っていて、すごく勉強になったの。今思うと大変だったし、初めは不安だらけだったけど、今は留学させてもらったことを感謝してるぐらい。それと、英語の勉強にもなったしね。すごいんだ、東子先生。そんなことないよ。先生よりももっと勉強してる人なんていっぱいいるわよ。先生はどっちかといえば怠け者で、割と遊んでたかな。だって勉強だけだとつまんないでしょ？レインちゃんは勉強好き？あんまり好きじゃない。どの教科が嫌いなの？体育と国語。そっか。レインちゃんは運動が嫌いなのね。違うの。体育が嫌いなの。運動は好き？うん。何の運動が好きなの？鉄棒。すごい。先生は走るのは得意だったけど、鉄棒はちょっとダメだったな。ぐるぐる回ると目が回っちゃってダメなのよ。私、ぐるぐる回るの好きだよ。前転も後転も？どっちも好き。で、何が嫌いなの？答えたくないんだったら別にいいんだよ。それより、レインちゃんの好きなお勉強は？ごめんなさい。疲れた？今日はちょっと早いけど、終わりにしようか。この間はごめんね。でもよかった。先生嫌われちゃって、もうレインちゃん来てくれないかなって心配してたの。ごめんなさい。レインちゃんが謝る必要なんて全然ないのよ。悪いのは質問攻めにした先生。許してくれる？ありがとう。それでね、今日はちょっとこの絵を見て話をしようかなって思ってるんだけど。それ、前の病院でやった。そう？でも先生もこれで遊びたいの。何かのテストなんでしょ？すごいわね、レインちゃん。知ってるの？これはね、ロールシャッハテストっていうのよ。別にこれで何がテストできるってわけじゃないの。ちょっとしたお遊びって思ってくれればいいのよ。でも、つまんない。そうね。つまんなかったらそこでやめにしましょう。それならいい？うん。じゃあね。これ何に見える？シミ。そうね。
でも何かに例えるとしたら？先生は何に見えるの？先生？そうね。人の顔かな。怒ってる？それとも泣いてる？ちょっと怒ってるかな。つまんないよ。レイン。そう、約束よね。やめましょう。何か楽しい話をしよっか。レインちゃんは、お風呂とシャワーどっちが好き？シャワー。そう。先生はお風呂の方が好きだな。でも先生の家ってユニットバスだから、お風呂だと結構めんどくさいのよ。毎日遅くに帰ってからお風呂の支度するのがめんどくさくて、ついついシャワーで済ましちゃうんだけど、お休みの日は必ずお風呂にするの。お風呂に入ると体中が温まるし、気持ちよくならない？お湯の中が怖いの。溺れちゃいそうで？違うよ。じゃあ何が怖いの？よくわからない。でも、体に何かが触れてるみたいだから。それは、お湯は少なくとも肌に触れてるけど。私、変だから。ちょっと待って、レインちゃん。レインちゃんは全然変な子じゃないのよ。子供の頃ってみんなそうなの。天井の木の模様が人の目に見えたり、想像力が旺盛な子だったら、みんなそういう経験は持ってるのよ。でも違う。レインちゃんは、人と違う自分って嫌い？よくわからない。いい？人と違うからレインちゃんなのよ。レインちゃんは、とっても想像力があって、それはね、すごくいいことなの。だから自分のことを変な子なんて言っちゃダメ。先生は全然そんなこと思ってないよ。でも、テストした。ごめんなさい。でもね、レインちゃんは困ってるんだよね。先生は、レインちゃんを困らなくていいようにしてあげたいの。それにはね、レインちゃんのこといろいろ知らなくちゃいけないの。でもレインちゃんが嫌がることはしたくない。レインちゃんの困っていることを解決するために先生ができるのは手助けだけなの。レインちゃんのことはレインちゃんにしかわからないでしょ？レインちゃんが自分で解決するしかないの。先生が手助けするにも、レインちゃんの協力が必要なの。私は何をすればいいの？今は何もしなくていいわ。先生とレインちゃんは友達なんだから、ゆっくりゆっくり一緒に話をしていけば、レインちゃんのこといろいろわかってくるから。そしたら、先生がこうした方がいいんじゃないかって言うから、レインちゃんがそれを聞いて、そうした方がいいかなって思ったらそうしてくれればいいの。だから今は、レインちゃんのことを先生にいっぱい教えてくれたらいいな。トウコ先生は、誰にも言わない？うん。レインちゃんと私の秘密だもの。友達にも、お母さんにも？うん。約束する。嘘ついたら針1000本。針1000本？レインちゃんたちは知らないか。先生たちが子供の時は、約束する時、約束を破ったら針1000本飲みますよって約束してたの。痛い？痛いよ。先生なんて5回も飲まされたんだから。はい。先生のお腹には今何本針が入ってるでしょう？岩倉さん。5000本。残念でした。昨日トイレに行って全部出しちゃったので0本でした。先生、汚い。こんにちは、レインちゃん。こんにちは。あれ、ちょっと元気がないね。気が乗らないって感じ？今日はやめよう。ね。せっかくここまで来たんだから、お茶していきなさい。何がいい？気にしなくていいのよ。やる。無理なんかしちゃダメ。そういう無理は余計にいけないんだから。先生の言うことは素直に聞いてほしいんだけどな。私、治りたい。治るって、レインちゃんは病気じゃないのよ。ここって病院なんでしょ？うん、病院の機能も持ってるわ。実際私の研究室でも患者さんを持ってるの。でもレインちゃんはまだどっちともわからない状態。
先生は多分レインちゃんは病気なんかじゃないと思っている。ただ、レインちゃんが不安に思ったり、それで悩んでいるんだったら助けてあげたいのよ。私、病気じゃない？今はまだ答えられないわ。でも多分大丈夫。もし病気だとしても、先生が治るようにしてあげる。絶対？絶対にレインちゃんを病人になんてさせない。先生は、なんでレイにそんなに優しくしてくれるの？お仕事だから？そうね。確かにこれも仕事よ。でも仕事として割り切れる部分と、そうじゃない部分がいっぱいあるお仕事なの。ただ、客観的に診断して、精神療法してるだけじゃ治らないケースがほとんどなの。先生は研究者でもあり、お医者さんでもある。目の前に困ってる人がいたら、助けずにはいられないのよ。そのためには、できるだけのことをしたいの。誰にでもそういう風にするの？詳しく言うと、例えば何か原因がはっきりしている人の場合、その分野の専門の先生にバトンタッチすることもあるわ。例えば、事故にあったり、薬物中毒だったりした場合。簡単に言うとね、体のどこかが壊れちゃったかもしれない人たち。それは先生には治せないのよ。私は、精密検査をしてみないと何とも言えないけど、私に会う前に検査をしたでしょう。その範囲では全く問題はないわ。それに、こうやってレインちゃんとお話をしてても、全然レインちゃんは問題なさそうなの。ただ、まだレインちゃんの話をいっぱい聞かせてもらったりしないと、レインちゃんが問題にしてることを解決できそうもないの。私が問題にしてることって、怖い夢を見ること？変なものが見えること？何にも触れてないのに何かに触られてるって感じること？精神分裂病の症状？どうしてそんな言葉知ってるの？誰がそんなこと言ったの？本で調べたの。レインちゃん、勉強熱心なのはいいことよ。でも病気でもないのに、あれこれ自分で病気を想像してしまうのはとっても危険なことなの。ほら、病は気からって言うでしょ？そんな言葉知らない。あ、そう。でも、とにかくそういう風にしてると、自分が病気だって信じ込んじゃうの。でも、知りたかったの。自分がどうなっているかって。そうね。よくわかるわ。レインちゃんは正しいと思うよ。でもこれは先生からのお願い。レインちゃんが治したいって思うなら、変に考え込んで詮索したり、調べたりしないこと、お願いできる？先生は教えてくれる？もちろんよ。じゃあ今約束しよう。先生はレインちゃんにすべて教えます。隠し事は一切しません。嘘、ついたら針千本？もっとすごいことだっていいよ。頭で釘打っちゃったり。変な先生。でもね、本当に先生はレインちゃんの力になってあげたいの。先生は一人っ子だから、レインちゃんみたいな妹が欲しかったんだ。じゃあ、先生はレインのお姉ちゃん？レインちゃんがそう思ってくれると嬉しいな。うん。ありがとう。でも、今日はとにかく終わりにしよう。レインちゃんも疲れたでしょ。でも、先生の言う通りにする。よし、その調子。なんちゃって。実は先生が疲れてたりしてね。レインは、疲れる？違う。他のお仕事が結構忙しいの。もうレインちゃんに会える時が待ち遠しいくらいよ。よかった。それじゃ、あんまり遅くなるとお母さんが心配しちゃうから。さようなら、トウコ先生。さようなら、レインちゃん。レインでいいよ。だって妹にちゃん付けするなんて変だよ。そっか。それじゃ、さようなら、レイン。さようなら。こんにちは、トウコさん。こんにちは、レイン。さあ、今日から本格的にレインちゃんの、レインが怖い夢を見ないようにいろいろ調べるからね。でも、この頃見ないよ。聞こえる時はあるけど。聞こえる？何が？
わからないの。話し声みたいな。あんまり聞きたくないから気にしないようにしてる。レインはその声が誰かわからない？わからない。男の人だったり、女の人だったり。じゃあ、どこから聞こえてくる感じがする？空、空のどのあたり？電線。なんとなく。電線から。そう。レインは電線の中身って知ってる？導線とか、電気が伝わるもの？そう。発電所でできた電気を送る道よ。電気みたいな感じがするの？よくわからない。時々、電線じゃなくて、空から聞こえる気もする。でも、今は気にならない？大丈夫。だって怖くないもん。ただ、お母さんに話したら、誰にもそんなこと言っちゃいけないって言われた？うん。そうね。聞こえない人には変なこと言う子って言われるもんね。でもね、先生には言ってもいいのよ。安心して、先生はレインのこと変だなんて思わないから。病気だから？レイン、違うわ。そうね。金縛りって知ってるよね。お化けが出て体が動けなくなること？そう。レインはなったことある？何度もあった。怖かったでしょ？うん。なんでそうなるかって知りたい？なんでなの？簡単に説明するとね、人間の体ってとっても不思議で、寝ている時に頭が起きている時と体が起きている時とがあるの。わかる？なんとなく。それでいいわ。じゃあ、今レインはどうなっている？どっちも起きている。今先生が怖い話をして、レインは逃げ出したいくらい怖い目に遭いました。どうする？逃げると思う。でね、そんな時に体が眠っていて動けない。これが金縛り。つまりね、怖い夢を見て逃げたいのに体が眠っているから動けなくなるの。ね？仕組みがわかると怖くないでしょ？うん、怖くない。金縛りにあったって人はいっぱいいるわ。その人のことを病気だなんて言わないでしょ？でも、そうね。レインと同じ経験をしている人は少ないかもしれない。だからって言って病気であるとは言えないわ。感受性が強い子供の頃って特にいろんなことが起こるの。でも、怖いし、嫌。何がその夢で怖い？自分がいらないような気になるの。自分がいらないものだって。自分がいらない？いらないから戻ってこいって言われてる気がするの。戻るってどこに？私に。よくわからないな。自分が自分に戻れっていうわけ？わからない。けど、私みたいな私が、私の体を触って、引きちぎるみたいに。痛い？痛くない。けど、怖い。そう。それは寝てるとき？多分。多分。夢じゃないときもあるってこと？わからない。一人でぼんやりしていたり、お友達と話していた時にもなった。一人じゃないときのことを聞かせて。普通に話しててそうなった？うん。普通に話していたら、急に。どうして気がついたの？友達に声かけられて？いつの間にか。何かきっかけみたいなものってなかった？怖くて、じっとしていたら治ったの。それじゃあ、どんな様子だったか説明してくれるかな？絵とか描ける？描けない。そっか。あ、もうこんな時間だわ。ごめんね、レイン。先生、今日出かけなくちゃいけないの。ごめんね、中途半端になっちゃって。でも、今は見えないなら、とりあえずはいいわよね。多分、金縛りみたいなことだと思うから、来月までに先生も調べておきます。これは先生の宿題ね。レインの宿題は、日記をつけること。日記？
自分が今日何をして、どんなことを考えたか書くこと。別に先生に見せなくても構わないから、自由にね。先生もレインぐらいの頃、日記をつけてたんだ。でも、いや。でも振り返って読むと結構面白いものだし、人って忘れっぽいからメモ代わりにでもつけとくといいわよ。それで治るの？あんまり関係ないかもしれないけど、少なくともプラスにはなるわ。来月詳しく説明する。もし嫌だったら構わないけど。一応ね、買ってきたの。ほら、結構可愛いでしょ。先週お買い物に行ったら見つけちゃって、レイにプレゼントしたいなって思って。ありがとう。でも無理しなくてもいいのよ。買ってあげたんだから書きなさいなんて言わないから、レインが日記をつけたくなったらつけてくれればいいわ。さあ、もう行かないと。忘れ物はない？一緒に門のとこまで行こっか。調子はどう？レイン。別に、大丈夫だよ。トウコさんは？相変わらずってとこね。もうちょっと落ち着いて考える時間が欲しいってとこかな。忙しいの？ちょっとね。これじゃあ立場が逆ね。レインにカウンセリングしてもらってるみたい。あ、ところで、日記はどうすることにした？つけることにした。そう、よかった。給料日前の出費が無駄にならなくて済んだわ。お金払うよ。嘘よ、冗談。これでも先生は結構もらってるんだから。ま、時給に直したら安すぎる気もするけど。いけない、自分の愚痴ばっかだよね。でも先生おかしい。なんか楽しい。さあ、始めましょうか。こないだの続きなんだけどね。自我って言葉、学校で習ったりした？前に調べた時に覚えた。自分が自分であるって認識すること？そう。レインたちの年頃には、それが結構不安定になることがあるの。自分って一体何者なんだろうってね。男の子とかだと、実は自分はヒーローで、いつか力に目覚めて大活躍するとか、女の子だったら、実は私は今のうちの子じゃなくて、本当は猿財閥の令嬢で、白馬に乗った王子様が執事と共に迎えに来るとか、本気で信じちゃったり。私はそんな風に思ってないよ。私は私だもの。でも、自分のことって意外に自分ではわからないものじゃないかしら。先生も昔は本当はもっと違う自分がいて、今の私は違ってるって思ってた時があったけどな。違う自分？そうね。例えば嫌なこととかあった時に、なんで私がこんな目に遭うのか、何か間違ってるって思ってた。いつか真実の自分に帰れるような気がしてね。それとね、地震が起こっても私だけは助かっちゃうとか。どこかで自分は特別で選ばれた存在なんじゃないかなって思ってたの。つまり、ありもしない自分を想像してたの。おかしいでしょ？私は選ばれた人だなんて思ってないよ。普通でいいんだもの。そうね。それは多分、レインが強い子だからよ。先生は弱かったの。それで、そう思うことで逃げてたんだと今は思ってる。私も、自分から逃げてる？そうは思わないわ。ただ自分を変えたいって思ってるでしょ？変な夢を見なくしたいだけ、だと思う。ひょっとしたらだけど、レインは変な夢を見る自分が嫌だって心のどこかで思ってるから、それが無意識に自分じゃない自分を作り出してるのかなって思ったの。どうすればいいの？私。そうね。変な夢も全部受け止めるってできるかな？受け止める？そう。聞きたくない声も会いたくない自分もしっかり見てみる。そいつらと仲良くなるの。できないよ。声に耳を傾けるだけでいいと思うわ。何を言ってるのか、どうしたいのか。レインが納得できるまでその正体を暴くの。怖い。
私。でも、今まで大丈夫だったでしょ？レインはレインのままでしょ？それとも、幽霊さんはレインのことを殴ったり、声が暴力振るったことはあった？ひょっとしたら、レインと仲良くなろうとしてるのかもしれないわ。もしまた見えたらよ。見えなければ問題ないし、見た時の心構えって大事だと思うの。ああ、また来たかと思えば気が楽じゃない。私、帰る。どうしたの？先生、なんか悪いこと言った？私、嘘なんかついてない。あれは、幽霊とかお化けじゃない。先生のバカ。レイ。お母さん、すみませんでした。あとは大丈夫ですので。レイ、ごめんね。こうでもしなければ、レイがもう先生と会ってくれそうもなかったから。一言謝りたかったの。ごめんなさい。先生勝手に決めつけちゃってたね。でも、レインに納得してもらって安心してほしかったの。レインがそういうことなんだって自分で納得できたら、もう悪い夢なんて見ないで済むんじゃないかって、そう思って。トウコさんごめんなさい。え？レイン、嘘ついてた。本当は、日記つけてなかったの。いいのよ。だって、先生レインの自由にしてって言ったじゃない。トウコさんは、レインのためを思って言ってくれたのに。ありがとう。そう思ってくれるだけで嬉しいわ。それじゃあ、先生のことを許してくれるの？うん。よかった。本当に。レインが帰ってから、先生なんか悲しくなっちゃって、涙が出てきたの。すごく辛くて、嫌われちゃったことが。トウコさん、泣かないで。ダメね。なんでこんなことで泣いちゃうのかしら。ごめんね、レイン。泣かないで。今のは嬉しくて泣いてるの。ほっとしちゃって。よかった。嬉しくて？嬉し涙なのよ、これは。レインも嬉しいよ。トウコさんがとっても近くに感じられる。今日はカウンセリングはやめにしましょう。せっかく来たんだからなんか飲む？先生泣いちゃったから喉乾いちゃった。トウコさん、私、日記つける。今度は本当。無理しなくていいよ。レインは優しい子だね。無理なんかしてないよ。自分のためだもの。それから今度声が聞こえたら、なんて言ってるかちゃんと聞いてみる。それで、トウコさんになんて聞こえたか教えるね。ありがとう、レイン。それから、トウコさん、お誕生日おめでとう。え？あ、私の誕生日？これ、お母さんと一緒に作ったの。ほんと？嬉しい。開けていい？うん。クッキー。ああ、よかった。ちょうどお茶が仕切らしてたし、一緒に食べよ美味しい？う。うん。紅茶の味がするけど。先生が紅茶が好きだって言ってたから。ありがとう。じゃあ、お茶は別なものにしなくちゃね。紅茶と合わない？合わなくはないけど、せっかくの紅茶の味がわからなくなるのはもったいないから。違う味にすればよかった？違うのよ、全然。そんなことないの。レインがせっかく作ってくれたものだから、ちゃんと味わいたいの。ただそれだけ。本当？ほんとよ。ありがとう、レイン。先生、痛いよ。こんにちは、レイン。日記、毎日つけてるよ。あんまり書くことない日もあるけど。いいのよ。無理しても続かないわ。先生なんて三日坊主で終わった日記帳が何冊あるかわからないもの。あれから見てない？大丈夫だよ。さあ、よかったわ。今日ね、レインに確認したいことがあるんだけど。
なに？レインは目がすごくいいよね。すごく？学校で視力検査ってやるでしょ？視力いくつ？ 1.5。その下も見えてたでしょ、本当は。でも、みんなと同じが良かった。それじゃあ検査にならないわ。前の病院で目の検査もしてたの。それは学校とかでやるのと違って自動的にね、視力がわかるやつなのよ。3.0 までしか計測できないんだけど、レインが答えたのは 3.0 だったの。ごく稀に極端に視力がいい子はいるし、担当した先生が眼科のお医者さんに相談したけど、問題はなさそうって言ってたわ。そうなんだ。レイン、窓の外に何が見える？銀杏の木と、遠くに門、その向こうは？ビル、その向こうは？山、その向こうは？見えない。何も？紫っぽく、カーテンみたいな。ありがとう。ごめんね。なんかまた質問攻めにしちゃって。そう。レインには多分、私と違う景色が見えてるんだね。ほら、暗くなっちゃダメだよ。気にすることじゃないよ。別にそんなに悪いことじゃ。ごめん。レインにとっては悪いことなんだよね。違ってることが。わからない。でも、多分、みんなと違うんだって気がしてた。聞こえるのも、見えるのもいつも私だけ。気味悪いみたい。嫌われちゃうから。それが原因？かもしれない。専門の先生に見てもらった方がいいのかも。いや、私、東子さんがいい。ここの先生ってみんな怖い。レイン。二人だけの秘密にしよう。秘密？うん。レインが気にしなくなるまで、二人の秘密。いいの？先生はレインのお姉ちゃんなんだから、レインが怖がっているとこになんかレインを渡せないって。東子さん。おはよう、レイン。おはようございます、東子さん。あれから何か見えたりした？見えないよ。本当だよ。何か聞こえた？なんか、ごちゃごちゃ言って聞こえるときはあるけど。ごちゃごちゃ？一人の人？それとも大勢？大勢。男の人も、女の人も。誰か知ってる人っている？多分いないと思う。レインは空から聞こえるって言ったけど、空には何があると思う？空気はあるよね。そうね。他には？雲とか、太陽とか、星とか。携帯電話やテレビの電波って知ってる？知ってる。無線で送られてくるんだよね。そう。空を飛んでるの。その声が聞こえるの？私。そういうイメージから作り出されたものかもしれない。そういう病気があるの？あるわ。妄想っていうの。神経症とか精神分裂病とかの症状で、簡単に言ったら気にしすぎたり、ストレスとかでそういう妄想を抱くこともあるわ。ただ、大抵の場合、自分にある程度関係したことが聞こえるの。例えば、自分の悪口とか。被害妄想？そう。レイは勉強しちゃったんだもんね。いいわ。勉強ついでに教えてあげる。妄想の定義ってね、内容が誤っていたり、その考えの発生根拠が客観的でなかったり。簡単に言うと、間違ったことを自分の中ではそれが正しいって信じ込んでいる状態なの。レインの感じだと、自分がそう感じたかもしれないって言ってるけど、確信してない状態は妄想とは言わないの。専門用語だけど、念慮っていうの。燃料？まあ、その言葉は忘れてくれてもいいわ。さっきも言ったけど、大抵の場合、それは自分に結びついたことなの。
あんまり関係ない妄想ってないのよ。妄想じゃない？基本的にそうね。ただ、妄想にもいろいろ種類があって、無理やり当てはめようとすると、何とでも当てはまっちゃうのよ。当てはめると何になるの？そうね。影響妄想って言って、何かに影響されているって感じる妄想かな。ラジオやテレビや携帯電話に影響を受ける妄想。加えて、その影響で皮膚を触られる、撫でられる、電気が走るとか、体に感じる幻覚を同時に起こすこともあるの。レインは何かに触られてるって感じたことがあるって言ってたよね。うん。妄想じゃなくても、セネストパチーって病気も実際あるし、そう。それからレインは自分が自分でないような気がするって言ってたわね。それは虚無妄想といって、自分が空虚で存在しない、世界も存在しないと思う妄想にも当てはまるわ。これは自己を過小評価することから来る妄想ね。自己を過小評価？自分のことをなんてつまらない人間なんだとか、悲観的に考えることよ。さっきの被害妄想も同じ種類の妄想なの。いっぱい病気なんだ。私。まだあるわ。もういいよ。新規妄想って言って、自分に特別な病気があるって信じる妄想。自分が病気だと思っちゃう病気なの。本当は病気じゃないのに。先生はね、レインの問題の多くはこれじゃないかって思うの。本当は病気じゃない病気？そう。自分に自信がなくて、ちょっとの不安が怖い夢と一緒になって病気って思い込んでる。治るの？そうよ。だって本当は病気じゃないもの。ごめんね、脅かしちゃって。でもね、中途半端な知識で考えると、精神医学はどうにでも取れちゃうのよ。病気にできちゃうの。大抵の人は、本人や周りの人が普通に生活できなくて困ってお医者さんに来るから、病気として治療するの。その時にどうやって治したらいいかを判断するための基準でもあるの。だから、レインのように普通に生活できている人は、病院に行かなかったら病気にはならないの。病院に来たから病気になったの？そうね。でもレインは生活できるけど困ってるよね。それをなくすのはカウンセラーの仕事でもあるの。トウコさんはカウンセラーなの？前はお医者さんだって。私はどちらの資格も持ってるの。何が違うの？精神的な問題で困っている人を助けるっていう点で、本質的には何も違わないわ。ただ、資格や治療方法が違ってるだけ。だけど、それぞれ長所や短所があって、もうちょっとお互いのやり方を尊重し合えて、一緒に治療できたらいいかなって思うの。そう思って先生は両方の資格を取ったの。今は、私と会うときはどっち？カウンセラーよ。レインの場合はそれがいいって思ったの。私、精神病じゃないの？私が見えるあれは、幻覚なんだって。確かに、病気でそういった幻覚や妄想の症状が起こることはあるわ。でも、これは直感だけど、レインはそんな感じしないわ。私、気にしすぎ？ひょっとしたらそうかもね。見えすぎたり聞こえすぎたりすることが、レインにストレスを与えてるのかもしれないわ。どうすればいいの？トウコさん。気にしないでって言っても気になるものね。でも、もう気になってないよ。慣れてきた。でも、あれは慣れない。あれって？私が今の私じゃないの。どんなレインなの？私なの、その人も。どうしてそう思うの？よくわからない。トウコさんは自分が自分だと思えないことってない？後から考えると、私何考えてたんだろうってあるけど、その時に自分じゃないって感じたことはないな。レインは自分が2人いるって思うの？違う。私は私で、そうじゃないの。
不思議ね。でもレインがそう感じるなら、それはそうなのよ。間違ってなんかないのよ。でも、普通じゃない。レインは普通に憧れてるのね。多分。私は羨ましいわ。人間の感覚なんていい加減なもので、そう感じたら思い込んじゃうものなのよ。私が私であるなんて絶対説明できないことでしょ？でもそのことに疑問を持てるって、それはそれで特別な能力なのよ。いらないよ、そんなの。そうね。今はいらないって気持ちが強いと思うの。でも、それがきっとレインにとっていいことも起こしてくれると思うのよ。よくわからないけど、それも含めてレインなんだって自分で思えるようになったとき、きっとレインの役に立つと思うわ。私はこのまま？わからないわ。自然に変わっていくかもしれないし、このままもう怖い夢を見ないかも。そしたら、レインは普通の子と変わらないわ。でも、治ったかわからない。いつ、また見るかもしれない。そうね。でも、これからは違うわ。違うって？レインは一人じゃないってこと。先生に言ってくれれば、先生が相談に乗れるってこと。そうだね、トウコさん。おはよう、トウコさん。おはよう。調子はどう？元気にしてた？うん。先月、なんかいろいろトウコさんに聞いて、なんとなくだけど楽な気分になれたの。さあ、よかったわ。本当はああいう話をするのはいけないってされてることなの。余計に憶測して取り返しのつかない状態になるケースも実際にあるのよ。取り返しのつかない？うん。病気が悪化しちゃったり、ひどい時には、自分を傷つけたり。自殺？まあ、最悪のケースだけどね。私、死にたくない。もちろんよ。レインはそんな状態なんかほど遠いわ。でも、人は精神的に病んでしまうと、私たちと別な価値観で動いてしまうことがあるの。別な価値観？命を失うことや体を傷つけることに恐怖を感じなくなったり、逆にそれが自分にとってすごくいいことだって思い込んじゃうの。そんなの理解できないでしょ？私は怖い。ほら、レインは私と一緒でしょ？普通なのよ、それが。うん。あれからは何か見えたりとか聞こえたりした？ないよ。やっぱりね。気の持ちようなのよ、レイン。多分もう見えないって思うけど、また見えてもがっかりしないで。ゆっくり治せばいいの。まだ治らないの？わからないわ。レインが初めてそうなったのはいくつの時からなの？11歳の時。じゃあ、もう1年以上にもなるのね。その間に何回ぐらいそうなったの？覚えてない。いっぱい。こういうのって突然明らかな原因がなくても急に見なくなったりするの。ただ、見なくなったからって安心しちゃうとまた見えたりするケースもあるのよ。必ずしもそうなるとは言えないけどね。だから、見なくなってもしばらくは今まで通り通ってもらったりしてるの。ねえ、レインはもうここには来たくない？そんなことないよ。トウコさんに会いたいって思うことあるもの。ありがとう。そしたら問題ないわね。何にも問題ないけど、しばらくはちゃんと先生のとこに来るって約束してね。うん。その代わり、いろいろ教えてほしいの。なに？宿題とか？いいわよ。こう見えても先生は一応、中学の時は学年でもトップクラスだったんだから。でも、国語はちょっとダメかな。違うの。先生のお仕事のこと、もっと知りたいの。ダメ？あんまり良くないんだけど。まあ、でもレインが興味持ってるんなら、いいかな。興味があることを追求するのが正しい勉強でもあるしね。ただ、学校の勉強もちゃんとしないとダメよ。それが約束できるなら、先生は教えてもいいけど。うん、約束する。嘘ついたら針千本先生はカウンセラーで、
精神科医なんだよね。精神科医って精神病を治す人でいいの？そうね、簡単に言えば心のお医者さんね。前にも言ったけど、精神病って概念は結構難しいの。精神病って本当はどんな病気なの？うん。大雑把に言えば、何かの原因で心が病んでしまって、通常の生活が送れなくなったり困ってしまう病気かな。何かの原因？例えば？いっぱいあるけど、一つは心の問題。家庭環境や生活環境の問題でおかしくなることもあるし、突発的な精神的ショックでなることもあるわ。そう。例えば、大事にしてたペットが死んじゃったりして、そうなるケースだってあるわ。それと、体のどこかの障害が元で発病することもあるの。単純に事故とかの外傷でそうなったり、お酒の飲みすぎで脳の機能がおかしくなったりね。アルコール中毒？そうさすがね。お酒を飲んでばかりいると血液中にアルコールがいっぱいになるの。ほら、酔っ払いのおじさんってフラフラしてるでしょ？あれはアルコールのせいで体の器官が麻痺してるの。でも、普通の人はならないんだよね。そんなことないわ。アルコールが体から抜けるには24時間ぐらいかかるの。毎日飲んでいたら一年中アルコール漬けの体になるわ。ずーっと麻痺してると感覚そのものがおかしくなるの。具体的には脳の組織が機能しなくなったり。怖いね。怖いことよ。でも先生も時々お酒は飲むの。危なくない？多分ね。タバコとかもそうだけど、お酒を飲んで騒ぐってストレスを解消するのよ。ストレスが解消されることは体にとってすごく大事なことなの。ストレスってよくわからない。昔レインはここに来るのが嫌だったよね。うん。その嫌な気持ちを与えることをストレスっていうの。亡くなってよかったでしょ？うん。他に病気の種類は？ちょっと待ってね。なんか喋りすぎて喉が渇いちゃった。ねえ、前から聞きたかったんだけど、レインはどうしてそういう髪型にしてるの？変だよね。ああ、すごく似合ってるし、かっこいいわ。中学とかで流行ってるの？違う。私だけ。レインはみんなと同じに、普通になりたいって言ってたわよね。なんでそうしてるの？右から入ってくるの。多分、それで左から出てくの。だから。そう。そうしてると落ち着けるからなの。おまじないみたいなものね。先生も昔やってたなぁ。トウコさんも？うん。髪型とかじゃないけど、うさぎの足のペンダントがあってね、それを持ってると幸せになれるって信じて、カバンにぶら下げてたの。冷静に考えたらすごく不気味なことよね。あんな愛らしい動物の足をカバンにぶら下げて歩いてたなんて。でもそれを信じることで助かっていたって気もするんだ。おまじない。うん。でも、レインはすごく似合ってるわ。レインが普通の髪型になったら、その方がレインらしくないかもよ。そのままにしておいた方がきっといいわ。神経症も知ってるの？すごいわね、レイン。今度はレインにカウンセリングしてもらおうかな。言葉だけだよ。意味なんてよくわからない。どんなイメージ？神経が変になっておかしくなる病気？うん。いい線いってるね。ひどい先生、もう教えてくれないの？違うのよ。本当にいい線いってるの。本当は神経症って体の原因がなくて何かを怖がったり何かに脅迫されてるような気がすることでストレスを感じて病気になっちゃうものなの。心の中だけの病気？昔はそう考えられていたの。でも研究してみたら自律神経系の不安定が伴うことが多くて、だから体の中の神経がおかしくなっているんじゃないかって考えもあるの。体にも影響が出るものを心身症って言って区別していたんだけど、
そうじゃないって定義されていたはずの神経症も、実は体に関係していたって分かってきたの。心身症って？あんまりいっぱい聞くと頭がパンクしちゃうわよ。ほら、ストレスで痩せちゃったり、頭にハゲができちゃったりって聞いたことない？あれのことよ。あ、レイン、まさか。違うよ。そんなのないよ。よかった。口は災いのもとね。病名って誰が決めるの？それぞれのお医者さんね。ただ一応の基準はあるのよ。ICD や DSM っていう国際基準があって、ある程度こういう症状の時はきっとこんな病気だろうって。レインが思っているように心の中はもともとよくわからないものだから、毎年のようにいろんな報告があって、少しでも診断に役立てるようにデータが集められて分類されていってるの。わからない？先生でも？本当のところ、先生たちにも全くわからないことばかりなの。例えば、あるケースにおいて、以前こうしたら治ったからその方法を取ろうとか、結構経験的なものだったりするの。治るかどうかもわからないのに？そう。治るかどうかなんてわからないの。ただ、こうしたら治ったとか、こうしたら危険が少ないとか、そういうことでしかないケースが大半なの。でもね、患者さんにとってもだけど、基本的に治ることが大事で、そのメカニズムを調べることは別の研究なのよ。そうなんだ。すべてわかってしまえばいいのにね。レインって子供の頃の思い出で記憶に残ってることってある？記憶？記録？記憶と記録は違うわ。そんなに難しく考えないで。ほら、夏休みにどこかに旅行したとか。旅行なんてしたことないよ。あ、ごめんなさい。そうね。先生も両親が共働きだったから、子供の頃は旅行に連れて行ってもらえなくて、学校で他の子たちがどこに行ったとか夏休みの話をしてると嫌だったわ。記憶は記録とどう違うの？医学的に言うとね、記録は単純にいつどこで何をどうしたっていうデータでしょ？記憶はその個人が体験したことが記名され、頭の中に保持されて、もう一度呼び起こされるものって定義なの。こんな話レイにはつまらないでしょ。それで記憶って脳にどう入っているの？どう？ちょっと難しい話になっちゃうけど大丈夫？記憶といってもいくつか種類があってね。まずレインがレインである記憶。ほら、遺伝って言葉知ってるでしょ？レインはこんな顔でこんな体型の子って。それは分子レベルで記録されているの。脳以外でも体のあちこちに何らかの痕跡があって記録されてるの。それとね、体が傷ついたら血が出てしばらくするとかさぶたになるでしょ？それも細胞の組織の中に記録されていることが再生されるの。あとはね、訓練すると運動選手とか無意識に体が先に動くって言うじゃない。それも体が記憶してるってことなの。記録を再生すれば記憶なの？そうとも言えるけど、そうじゃないこともあるわね。人間っていい加減でしょ？先生も子供の時のことってしっかりとは覚えてないわ。家族で楽しかった思い出も、ひょっとしたら他の人は楽しくなかったかもしれない。その瞬間の受け取り方の問題もあるし、勘違いして記憶されているかもしれない。ただ、その人の中では正確な記録として存在しているの。例えば、久しぶりに会ったお友達を見ると、昔の印象に残っている断片的な出来事だけすぐに思い出せることってあるでしょ？それは自分の中にある記憶を結びつけて再生することもできるからなの。結びつかないと病気なの？そうね。記憶障害って言って、その記憶が自分のものでなくなっちゃったり、たった今したことが思い出せなかったり、過去に体験したことの時間的配列が狂ってしまって、それを自分でおかしくないように作り話でごまかしちゃったりするの。人間って複雑な生き物だから、そういうことも起こるの。
ほら、テレビドラマでおじいちゃんがボケちゃってとか見たことあるでしょ。人間である以上、仕方のないことでもあるのよ。仕方がないこと？レインが病気とかそういうことじゃないのよ。人間だから仕方がないことってあるでしょ。人間は空は飛べないでしょ。脳や体の中に記憶があるの？基本的にはまだまだ分かってないことも多いけど、そうだな、人間の脳ってね、いろんな物質で構成されているの。記録されるとその物質に何らかの変化があって、それが記憶の元になるの。わかんない。そうね。もっと大きくなって高校や大学へ行ったら勉強できるわ。でも、興味を持つことはいいことよ。ただ、レインは多分病気なんかじゃないから。私の記憶が自分じゃない気がする。そういうこともあるわ。もちろん先生にだって。私なのに、でもそれ以外は何も思い出せない。忘れてるだけよ。言ったでしょ、レイン。人間なんていい加減なものなの。都合のいいように思ってたり、忘れたりして思い込んでしまう生き物なの。それが普通なのよ。普通？そう。レインは気にしすぎ。普通のことよ。レインの名前って RD レインから取ったのかな？まさかね。RD レイン？人の名前。イギリスの精神科のお医者さんで、ちょっと変わった人なの。翻訳されてる本のタイトルが面白いわよ。好き好き大好きっていうの。好き好き大好き？先生も大学の時に読んだんで、もううろ覚えだけど、確かね、恋人同士の男の人と女の人がいて、女の人が男の人に、私のこと好きって聞くの。それで？もちろん恋人だから好き好きって言うのよ。でも彼女は満足しなくて、もっともっと質問してくるの。よくわからない。そうね。じゃあ、レインは先生のこと好き？うん、好き。お父さんよりも？お母さんよりも？うん。嬉しいな。本当？本当だよ。じゃあ、レインは私といると幸せ？よくわからないけど、多分そうだと思う。レインは私と話をするの好き？うん。私のどこが好き？優しいところと、レインの話を聞いてくれるところ。優しいのと話を聞いてくれるの、どっちが好き？どっちか？そう、どっちか。優しいから好き。優しいってどういうことがレインに優しいの？怒らないし、親切だから。でもレインに怒らない人もいっぱいいるわ。レインに親切にしてくれる人も私の他にいるでしょ？本当にレインは私のこと好きなの？よくわからなくなっちゃった。そんなに考えなくちゃいけないの？もうやめようよ。私、なんだか先生のこと嫌いになっちゃいそう。ごめんなさい。ちょっと説明ついでにやってみたの。先生もレインのこと大好きよ。理由なんかどうでもいいの。レインと一緒に話ができることが先生は嬉しいの。ただそれだけ。それは、でも、先生の一方的な思いなの。レインには関係がありそうで関係ないの。先生はそう思ってる自分がわかるだけでいいの。それ以上は結局わからないことでしょ？レインが先生のこと、先生と同じように好きかなんて、レインの心の中を先生は見られないんだから。なんだか寂しくなっちゃった。ごめんなさいね。でもそんなものだって解釈もあるの。でも私のこと好きって言ってくれるレインに私は喜びを感じるのよ。レインは先生に好きって言われて嬉しい？うん、嬉しい。そう。それだけでいいの。先生はレインを大事な友達だって思ってるの。レインのことをすべてわかることは不可能なのよ。レインも先生のこと全部わからないでしょ？もしすべてわかってしまったら、先生はレインで、レインは先生になっちゃうでしょ？つまり、同じ人間になっちゃったら、レインがレインでいる必要がなくなっちゃうでしょう。先生は、わからないことがいっぱいあっても、レインが好きなの。よくわからないレインが好き？
そうね。よくわからないレインも好きね。それは全部じゃないの。私は先生のこと全部わかりたい。それは先生も一緒よ。でも不可能なのよ。不可能？そう。だって自分が何であるかもわからないもの。レインに説明したくてもできないわ。レインはレインで私は私。でもね、レインと私が同じ人間になってもダメかもしれない。同じ人間？そう。レインと私が全く同じ人間。同じものが見えて、同じ考え方をして、同じ行動をとる。見た目も何もかも一緒。そしたら、私とレインがいることは、私って認識しかないでしょ？でもそれさえもなくなっちゃうの。レインがレインだと思っちゃうと、先生は存在できないのよ。先生が先生だって思ったら、レインはいなくなっちゃうの。だから二人が同時に分かり合えることは不可能なの。でも、先生はレインが聞いたら説明してくれるよ。それでもダメ？うん。でも全部じゃないわよね。全部答えるには長い時間が必要だし、答えは常に変わっていくこともあるじゃない。昨日はこう思ってたんだけど、今日はこう思うとか。結局、ダメなんだね。そうね。レインの中に先生が入ってしまって、いつでも答えられればいいんだけど。学校は楽しい？うん、すごく楽しいよ。何が楽しい？お友達と話したり、一緒に遊んだりするのが。よかったね。学校が楽しいっていいよね。先生は楽しくなかった？うん。一時期、先生は友達が少なくて、学校がつまんなかった人なんだ。レインも友達がいなくなったら寂しいでしょ？うん。ごめんなさい。なんで？嫌なこと思い出したんでしょ？そうね。あんまりいい思い出じゃないわ。でもいいの。後悔してないって言ったら嘘になっちゃうけど、今こういう仕事をしてるのも、そういうことがいい経験になってるのかもしれないし。いい経験？先生はお勉強して、例えば学校に行きたくない人の心理構造を解析したりするの。自分がそうだった頃の経験が役に立つこともあるわ。難しい。ごめんなさい。レインにはちょっと難しいよね。ごめん。先生ったら仕事のことになると、つい周りが見えなくなっちゃうの。先生失格だね。他の話しようよ。そう、お友達はどんな人？明るくて仲良くしてくれる。一緒にいると楽しい。名前はなんて言うの？みさとちゃん。みさとちゃんか。いつもどんな遊びしてるの？みさとちゃんのお家に行ったりして、本を一緒に読んだり。みさとちゃんのバイオリン聴いたり。そう、バイオリンができるんだ。すごいな。いい友達ね。よかったら今度一緒にここに連れてきてもいいよ。でも、恥ずかしがり屋だからダメだよ。え？恥ずかしがり屋？多分、聞いてみる。でも、多分嫌だって言うと思うの。うん、残念だな。とうこさん、デジャブって病気じゃないよね。ええ、それとは逆に普段見慣れた風景を初めて見たって感じることもあるけど、どっちもそれを見たからって病気とは言えないわね。ごく普通の人でも感情の状態によっては見ることがあるものよ。よかった。ちょっと安心した。レインはそれを感じた時って他にどんな感じがした？なんとなく、時間が変な感じで、早いのか遅いのか、よくわからない気がする。現実っていうか、普段の生活って感じはある？そういう気もするけど、よく考えると違うような。やっぱり違うと思う。なんかぼんやりって感じ？ピンとこないとか。うん。なんかちょっと違うって。自分の家で遊んでるって認識してるのに、なんか私の家じゃなかったり、
見たこともないような公園で遊んでいても、そこかどこかわからないけど、でも私にとってはいつもの自分の遊び場のような。不思議ね。レインはそこにいるときは落ち着く？それとも嫌な感じがする？わからない。でも私は笑っていた。自分じゃなくて、私が？うまく言えないけど、多分私なの。その時自分はどこにいるって思った？どこだろう。ただ見ていただけだったから、それは。だから、どこからそれを見ていたの？ほら、普通に地面に立ってるとか、空中から見えたとか。わからない。まるでビデオを見ているように、私が映ってた。レイン、大丈夫？あんまり無理に考えなくていいのよ。ごめんなさい。先生つい聞いちゃうのよね。今日はもう終わりにしよう。ね。専門用語でなんて言うの？こういうこと。ほら、もうやめましょう。知りたいの。私のこと。じゃあ、今日の最後の授業ね。専門的な言葉で言うと、知覚の組閣って言って、自分が感じているのとは違って、まるで他人が経験したことみたいに感じることよ。病気だよね。離人症って自分が自分と感じられない病気の症状ではあるけど、レイン、あなたはきっと違うはずだから変な心配しないで。違うって証明できない。でも、もうそれがレインを苦しめたりしてないわ。だから病気じゃないわ。やっぱりこんなことしちゃいけなかったわね。レインを不安がらせるだけよね。先生、失敗しちゃった。違うよ。トウコさんは悪くないの。私が無理やり聞いたんだから。私、それでもいろいろ勉強したいの。トウコさんみたいになりたいの。レイン。自我って自分を感じることだよね。そうね。でも専門的に言うと、自分自身として体験され、私として認識される人格の一部なの。わかる？わからない。レインって人格があるとするわね。その構造的な要素の一つとして自我はあるの。言葉の問題になっちゃうけど、自己って言うと自分の全てを指すわよね。自我はその中で経験したことが私の経験だったと認識する人格の要素の一つなの。自分を自分だと思うことって言ったらなんとなくわかる？最後はわかるけど、でもまだわからない。いいよ、正直で。ね、レインって子はいろんな面を持ってるでしょ？優しかったり、寂しがり屋だったり、そういう人格の中の一つっていう解釈なの。なんとなくわかってきた。例えば、今日朝起きた時のレインと、今ここにいるレインは同じレインだよね。うん、明日のレインもきっと同じレインだよね。そうだと思う。つまり、継続して自分が存在しているって認識できたり、それが間違いなく自分であると確認できることって自我の働きなの。それが働かないと、医学的には同一性障害っていうわ。それと、自分が自分じゃないって思うのは単一性障害っていうの。なんとなく病気っぽいでしょ？でもね、レインぐらいの年の子ってまだ自我が未完成なの。だんだん自分ってものができてきて、はっきりしてくるものなの。そう思うのは錯覚してるってこと？そう思い込んでしまってるだけのことが多いわね。もし私が病気だったら、トウコさんはどんな風に治そうって思うの？病気だったら？もし、だよ。そうね。レインはまだ小さいし、この程度の症状だったら薬物療法はまずないわね。お薬で治すってことよ。なんでお薬で治しちゃいけないの？レインには自分で治す力がちゃんとあるのに、他の力で治しちゃうと、治そうって力がサボっちゃったりするからなの。それと、子供のうちからそういう薬はあんまり飲まない方がいいのよ。じゃあ、どうするの？そうだなあ。精神療法って言って、
今みたいにお話ししていって直すかな。話すだけ？難しいんだけど、例えばアルコール中毒の人とかを治療するプログラムで、今までどんな飲酒をしてきたかみんなに発表したり、他の人の話を聞いたりするものがあるの。集団精神療法って言って、先生はあんまり好きじゃないな。なんで嫌いなの？みんなから説得されて自分を取り戻す人間なんて、どうせまた同じ目に遭うと思うの。一時の勢いで回復した気になるけど、一人になった時にはまた同じことを繰り返してしまう。先生はそんな人を見てきたの。じゃあ、どうするの？私はレインとこうしているように、一対一で面と向かって話を聞くかな。それで患者さんに自分のことを考えてもらうの。非指示的精神療法って言って、特に指示はしないで、中立的な立場でそれを分析するの。そうした作業をしていくと、患者さんが自分のどこがいけないんだって認識できて、自分で直していくことができるから。それができるようになったら、もう治っているのよ。本当にそれで治るの？なんか簡単だね。そう。簡単なことなんだけど、でも実際はもっと複雑で、そう簡単にはいかないものよ。簡単にいかないもの？ごめんなさい。ちょっと睡眠足りなくて。先生、疲れてるんだね。少しゆっくり眠った方がいいんじゃない？頭がおかしくなるのって、本当にどこかおかしくなるの？頭だけが身体的な原因になるわけじゃないけど、脳はとても大事だし、脳の障害が原因でいろんな病気が起こるらしいってことはわかってるの。脳の障害って何かが壊れてしまうの？人間の脳ってすごく複雑にできていて、まだまだわからないことがたくさんあるんだけど、ある程度の機能をどこでどうやってしているかが多少はわかってるのよ。記憶が海馬にあるって。そう。そんな風に前頭葉や後頭葉なんていう大まかな区切りにそれぞれ機能が分散されて処理されているってわかってるの。化学物質が脳の中にあって、それが変化することでいろんな情報が取り交わされているの。それが壊れちゃうの？壊れたりすることもあるし、化学変化したり、情報を受け取るために必要な物質がちゃんと出なかったりすると障害が起きるの。この脳の気質的病変に基づく精神障害のことを脳気質精神症候群っていうの。難しくてわかんないよね。わかるよ。それを調べるために脳波検査したり CT スキャンするんだから。学校でもうそんなこと習うの？それとも独学？この間ネットで調べたの。私も一回検査したし、興味があったの。ねえ、レイン。じゃあもう先生と話さなくても大丈夫じゃない。そんなことないよ。東子さんの話はすごく勉強になるの。本みたいな情報じゃないもの。ごめんなさい。なんか具合が悪くて。この研究所も脳の研究してるんでしょ？そうね。どんな研究？先生は専門外だし、こことは塔が違うの。だからあまり詳しくないわ。でもネットで公開されていたよ。いろんな研究の項目が。ねえ、お願いレイン。今日は先生具合が悪いの。もう今日は終わりにできないかしら。ごめんなさい、東子さん。東子さんの研究って何の研究なの？研究って？私はまだ研究なんて。でもここは研究所なんでしょ？先生はまだ見習いだから、自分の研究はこれからなの。もう3年近くも経つのに？なんでそんなこと？先生が教えてくれたんだよ。自分で。そうだったっけ？ごめんなさい。なんだかこの頃調子が悪くて。今日も質問は少なめにしてほしいわ。じゃなければあんまり話さなくて済む話とか。先生、疲れてるんだね。少しゆっくり眠った方がいいんじゃない？疲れてる？そう見えるかしら。そうね。こんな格好だし。かわいそうな東子さん。雑用ばっかりで自分の研究ができなくて。私はもう雑用なんかしてないわ。
ごめんなさい。何私ってばこんな声上げて、驚いちゃうよね。何かあったの？瞳子さん？何もないわ。雑用ばっかりで自分の研究ができなくて辛いの？どうしてそんなこと。この研究所のホームページに研究員のリストと発表された論文が一覧で。でも、瞳子さんだけが。そうよ。私はここに来てから論文を出してないわ。でももうすぐよ。もう大丈夫だものね。自分の研究の時間が取れるから。どういうことレイン。どういう意味？それに私は研究対象外なんでしょ？だから瞳子さんの役に立てない。もう終わりにしてもいいよ。もう見えないから。私は時間の無駄だもの。レイ。ねえ、レイ。私はあなたを妹だと思ってるわ。ただ話すだけでいいのって私が言ったのよ。あなたを迷惑だなんて思ってないわ。それに。瞳子さんが気にすることはないと思う。だって、自殺なんだから。なんでそんなこと知ってるの？新聞で読んだから。それと、ここの掲示板で。そう。そうだよね。瞳子さんの研究って、前に話したと思うけど、カウンセリングと精神科医の立場を使って新しい治療のシステムを研究することよ。でも、これじゃどっちも失格よね。どうしてなの？私の方がなんだか精神的に不安定になっちゃって。さっきあんなに。ごめんなさい。瞳子さん、大丈夫？瞳子さん。おはよう。ごめんなさい。昨日も徹夜で論文用の資料を探したりしてて、こんなに散らかっちゃって。ちょっと待っててね。私、帰った方がいいかな？大丈夫。心配しないで。紅茶も切れちゃってる。私、紅茶買ってくる。ありがとう。でも気持ちだけでいいわ。さあ座って。先生もちょうど休憩しなきゃって思ってたから。忙しいの？ちょっとね。高島教授があんなことになっちゃったから、その分の作業もしなくちゃいけないの。それに、新しいクライアントも増えるし。研究のできる？レイ、そんなに気を使わないで。新しい室長が来るまでちょっと大変だけど、すごくやりがいがあるの。今は仕事のことだけ考えているのが幸せなの。寂しくない？レイもきっといつかわかるわ。仕事が充実するって本当に素晴らしいことよ。私には多分、わからない。そんなことよりも。そんなことよりって、何？レインにも何か楽しいことあったの？うん。すべてがうまくいきそうなの。何が？私のこと。ねえ、レイ、確認したいんだけど、あなたが前に話していた友達って、なんて名前だったっけ？京子ちゃん。あ、そう、京子ちゃんと、あともう一人。美里ちゃん？そう、美里ちゃんって言ったわよね。なんでそんなことを聞くの？いいの気にしなくて。レイのレポートをまとめていたら、友人関係って欄があって、先生見直していたら自信がなくなっちゃったの。それで確認したかっただけ。そう。美里ちゃんもカルテに乗るの？うん、名前だけよ。深い意味はないわ。そんなことよりも、美里ちゃんって近所なの？そう。近所だけど、歩いてはいけない。車で行かないといけない？うん。美里ちゃんの家に行くときは、いつもお父さんかお母さんに車で送ってもらうの。お父さんは今何してるの？お仕事で出張に行ったり、戻ってきてもあんまり家にいないよ。忙しいんだね。お父さんは優しい？優しいよ。出張に行くたびにお土産買ってくれるの。よかったね、レイ。ねえ、レイ。本当のことを言ってほしいの。本当のこと？あなたには、美里ちゃんなんて友達いないよね。どうしたの？おかしな瞳子さん。京子ちゃんに聞いたのよ。それで？そしたら、そんな子いないって。美奈子の間違いじゃないかって。瞳子さんはそう信じるのね。あなたを疑ってるわけじゃないの。これは大事なことなの。
レポートを書くために？それは否定しないわ。でもあなた自身のためでもあるの。私自身のため？そう。架空の友達を作り上げて自分の世界に閉じこもっているなんて、それは病気よ。子供にはよくあることで、全然悪いことなんかじゃないって言ってたよ、トウコさん。それに、ミサトちゃんは空想の友達なんかじゃないよ。じゃあどこにいるの？今電話できる？先生の前で電話してごらんなさいよ。連絡は取れないの。もう引っ越しちゃったから。彼女の存在を証明することができる？彼女の存在？そう。彼女がいたって事実よ。私の記録。いいわ、ねえレイン。あなたを信じたいけど、私にはあなたの記憶は覗けないのよ。記憶じゃなくて記録だよ。そうね。記録なら記憶ほど曖昧じゃないわね。でもそんな言葉遊びをしてる場合じゃないの。トウコさんも繋がればわかるのに。繋がるってどこに？ねえレイン。あなたはミサトちゃんが存在しているって言うけど、それはあなた以外証明できないことよ。それを他の人に理解されると思う？それがおかしいっていうことなのよ。誰も信じないわ。トウコさんも？残念だけど、信じられないわ。それは、私が自分が調べた上で事実を認識しているから。それが覆るような客観的な証拠を出してもらえるなら、話は別だけど。存在は、どう認識されるべきなの？どうって、彼女がいるってみんなが認めて、その証拠、例えば戸籍とかの記録とか、何よりも体を持って存在してるってことよ。体がなかったら存在はなくなるの？当たり前よ。それは幽霊だわ。じゃあ、高島教授は存在しなかった？でも彼はいたわ。死ぬ前に肉体を持って生活していたわ。その形跡もあるし、彼のことを知ってる人たちも生きてるのよ。彼の記録が残っている。もういいわ、レイン。あなたと問答したくてここにこうしているわけじゃないの。あなたを治療するためよ。私は、ミサトちゃんの存在を認めないわ。この間はごめんね、レイン。なんであんなに感情的になってしまったのか、自分でも反省してるの。いいよ、トウコさん。あのこと以外は、レインは全く問題ないんだもんね。ゆっくり調べていけばいいんだもの。論文に間に合わなくない？レインのことは論文には載せないわ。他のクライアントで発表するわよ。それに、そんなことあなたが気にすることじゃないわ。レインは優しいね。優しくなんかないよ。それから、ごめんなさい。すぐにでも謝らなくちゃいけなかったんだけど、勝手に調査みたいなことして。レインのお友達に家庭教師って嘘をついて会って、レインのこと聞いちゃったの。レポートでも必要だし、本来はもっと事前にやるべきことだったんだけど。怒ってるの？ごめんなさい。でもレインのため、違うよね。私の仕事のためだね。トウコさんは誰に会ったの？京子ちゃんと香織ちゃん。京子ちゃんは知ってるけど、香織ちゃんって誰？あなたのクラスメイトよ。まさかその子の存在を証明してとか言わないでね。謝るから、そんな意地悪をしないで、レイン。トウコさんは自信があるんだよね。何に？その人の存在に、私は証明できない。トウコさんはこの頃忙しそうだね。うん。論文の締め切りが近いし、いつまで経っても後任が決まらなくって、先生が代わりにやってるから、ちょっとハードかな。辛い？大丈夫よ。レインがそんなこと心配しなくていいの。トウコさんが心配なの。私が？ありがとう。その気持ちだけでいいわ。トウコさん、私のこと好きでいてくれる？もちろんよ。だってレインは私の大事な妹じゃない。嫌いになる理由なんて。でも、私のことで苛立ってる。認めるわ。それは、あなたがだんだん知識を身につけてきて、私と論議できるようになってきてぶつかったからよ。でもそれはそれなの。だからといってレインを嫌いになることはないわ。トウコさんは、レイン以外に大切な人はいる？
いるわ。だって先生にも友達はいるもの。レインだって私の他に大切な人はいっぱいいるでしょ？うん。でも、誰か一人しか選べなかったら、誰を選ぶかって考えると、私はトウコさんなの。嬉しいわ。そしたら私もレインを選ぶわ。本当に？でも、いいの？先生の大切な他の人たちは？レインが選んでくれて私が他の人を選んだらレインが悲しむでしょ？私はレインを悲しませたくないの。先生の恋人は悲しまない？そうね。悲しむでしょうね。ねえ、レイン。私のプライベートなことに興味があるの？トウコさんのこと知りたいって。恋人の話は秘密。それに、レインにはまだちょっと早いわ。まだ早い？レインもこれから誰かに恋したりするかもしれないけど、恋愛って複雑なものなのよ。複雑？私にだって迷いはあるのよ。普通の人間だから。失敗もいっぱいするし、後悔もするし、今だってまだわからない気持ちが渦巻いてるの。ね、複雑でしょ？複雑。あなた、レインよね。そうよ。おかしなトウコさん。そうね。ちょっと先生、疲れてて変なのよ。バカなこと聞いてごめんなさい。レインはこの頃すごく元気ね。私変わってないよ。このカウンセリングも始めてから随分経ったね。随分って多いって意味なの？トウコさんの中では過剰ってこと？そうかもしれない。あなたはどう思ってるの？まだまだエリアは確保されてるから。何言ってるの？私にわからないことを言うのはやめて。どうしたの？トウコさんは苛立ってるの？感情が制御できないの？なんで私が。ねえ、レインは私をからかって遊んでるの？違うよ。これはレインのためのカウンセリングなのよ。私があなたを見るためのものよ。でも、話をすればいいって。私はトウコさんのことが知りたいから。あなたが私を知ってあなたのためになるの？それとも私に干渉したいだけ？トウコさんは本当は嫌だったの？そうよ。だからそっとしておいてほしいの。私の中に入り込まないでほしいって。そう思ってる。一人じゃ寂しいくせに？一人じゃないわ。私はあなたじゃないわ。あなたはレインなんでしょ？おどおどしてて、寂しがり屋で、自分に自信のない内気な女の子だったはずよ。違ってるわ。私のパーソナリティは、もっと別の表現が適切だと思うの。あなたは誰？私は、レイン。今日はすごく気分が良かったのよ。そうなんだ。よかったね、トウコさん。でも、だんだんダメになってくる。何が自分でも不安なのかわからないけど。潜在的な不安？何か漠然としたもの？結構幸せな時って、その幸せが続くのか不安にならない？それは断続的な流れの中の一つの肖像？幸せな自分が想像できないの。不幸な自分は想像できる？ないわね。でも不安は拭えないわ。私に何かできること？そんな、あなたに何を求めるって？私があなたに。プライドが許さない？プライドとかそんなことは関係ないわ。私はどうなってるっていうの？トウコさんはトウコさんのままだよ。そうよ。さあ、もうレポートの準備しなくちゃ。よかったら遊んでいってもいいのよ。でも私は急がなくちゃいけないの。どうして？私は今が大事なの。今しかないの。これで研究が続けられる。それは幸せなこと？そうよ。好きな研究を進めることが私の一番の望みよ。それが一番なんだね。違うわ。ごめんなさい。私のこともレイのことも大事なはずだわ。すべて並列にうまくいくことがベストなの。そのための単なる順番だけだわ。よかった。何か不安があるの？私はないよ。トウコさんは？時々あるかな。何か嫌なことが起こりそうとか。妄想気分なのね。ええ。でもレインのように知覚されたものに変な妄想なんて抱かないわ。そうかな。
あの男の人に対して思ってる気持ちや想像していることは妄想じゃないの？あの男の人って誰？今、東子さんが頭に浮かべてる人。レインは私の想像してるものがわかるの。すごいね。超能力者ってやつ？私をからかうなんていたずら好きなのね。だって私、東子さんと繋がってるんだもの。繋がってる。どうやって？多分、説明することに意味はないもの。そういうのを妄想着想っていうのよ、レイン。自分が選ばれた特別な人間で、自分が神様であるとか信じてしまう。病気よ。私は病気で、東子さんは？私は病気なんかじゃないわ。私は。東子さん、元気がないよ。疲れてるの。雑用で嫌になったの？誰かにくだらないことをさせられてるって。そうね。そんな気もしないでもないわ。作為思考ってやつ？それとも構想ダッシュ？ひょっとして私からの構想干渉？私は何のためにこうしているの？私は自分の話してることをちゃんと認識してる？大丈夫だよ、東子さん。きっと明日になれば、また元通りになってるから。元通りって？東子さんが苦しまない世界。レインと話している時と一人でいる時と、どっちが自分なの？どっちも東子さんだよ。私の存在を疑ってる時も。私がレインの存在を疑ってる？そう。信じたくないって思ってる。あなたを調べることで私の何が困るの？今の東子さんに理解できない情報が、東子さんの精神衛生上良くないの。私に理解できない？でも私は知りたがることなのに。そう。全部知ることは、今の東子さんには辛いことだわ。レインは、私のためを思ってくれてるのね。当たり前だよ。だって私、東子さんが好きだもの。噂？気になるの？誰かが東子さんの噂をしてる。関係妄想？それとも被害妄想？そうね。自分に自信がないからかな。どうしてレインはそんなに自信があるの？病気なのに。私病気になれたんだ。ねえ、なんて病名？精神分裂病？サヴァン症候群？それともコルサコフ症候群による記憶障害？能動性自我意識の障害で、自我の同一性の障害で、過去のことや記憶が混乱していて、離人症で、精神分裂病で、違うわ。仮病よ。せいぜい虚無妄想気取り。じゃあ、病気じゃないの？そうね。あなたなんか本当はいないのよ。自分がここにいるって思ってるだけなのよ。あなたの記録を見せられてみんな騙されてるの。そう。だからみんなろくにあなたのこと覚えてないのね。嫌味を言うなんて東子さんらしくないよ。でも、そういう人もいるかもね。東子さんはどっち？レインがそう思い込んでるって思ってるわ。妄想が妄想を作り出してるのよ。慢性的な幻覚妄想状態なの。自己増減子も声が聞こえるのもすべて妄想よ。じゃあ、今ここにいる私は？だから、直さなくちゃいけないの。真面目だね。エリートだものね。選ばれた人間。そうよ。私は頑張って今ここにいるのよ。遊びたいのに我慢して勉強して試験に合格してだから。本当、こんなことしてちゃいけないのよ。かわいそうな東子さん。東子さん、大丈夫？ええ。なんとか頑張れてるわ。時々不安定になるけど。東子さんは考えすぎだよ。周りのことも気にしすぎてるんだよ。私は見えっ張りだから。仕事も恋も恋愛って必要なこと？人生にとって大事なことだと思うわ。女の人には男の人が必要なの？女だからってそうじゃないわ。そう言うなら男の人にも女の人は必要なはずよ。男の人がいなくちゃダメなんて強迫観念だよ、東子さん。一人で生きていけるよ、東子さんなら。でも、寂しくない？私は寂しさに耐えられない人間なの。レインはどうなの？私も寂しがり屋だよ。
何にもしたくないの？研究は？もう誰も私の論文なんて読んでくれないわ。どうしたの？被害者意識なんて東子さんらしくないよ。私らしい？私って何？東子さんは東子さんだよ。私は切り離されたの。もう社会と繋がってないのよ。そんなことないよ。私は東子さんと繋がっている。私は社会と繋がっている。だから東子さんも繋がっているのよ。私はおかしいんでしょ？あなたと話してる時と普段の生活が別なのよ。レインの基準で私の生活を見ると矛盾が生じるの。基準？価値観？あなたの価値観はこの世界を否定してしまうわ。そんなことはないよ。だって私はこの世界と繋がっているんだもの。私には耐えられない。今この瞬間もとどめておけないのよ。それだけじゃないの。明日の記憶が、未来の記憶が混在してるの。これは不安から来る妄想なの？経験してはいけないことを経験してるの？それは東子さんじゃない？私なのよ。私だから。東子さんは東子さんの思った通りにすればいいのに。その瞬間瞬間が矛盾していて、自我の単一性が保持できない。その瞬間だけの判断が東子さんだよ。あとは、あとは、ただのデータ。